江戸時代、おかげ参りが一大ブームとなると、江戸から伊勢神宮に向かう道として、東海道がよく利用されました。しかし、ルート選択は比較的自由であったため、帰りに御湯宿から北に外れ、蓬莱寺と秋葉神社に参拝し、掛川宿で再び東海道に戻るというルートが好んで利用されました。蓬莱寺に向かう道は、蓬莱寺道、秋葉神社に向かう道は、秋葉道と呼ばれました。今日は、蓬莱寺道を走ってみたいと思います。ゴールは新城市の三河大野です。おはようございます。私は今、愛知県新城市を流れる豊川の鮎滝に来ています。川幅の狭い滝をジャンプして遡上する鮎を網でキャッチする、この地独特の伝統漁法が行われる滝です。この滝は江戸時代に材木を下流に運ぶために、葉っぱによって人工的に作られたものです。先ほどオープニングで今日は蓬莱寺道を走ると言いましたが、少し語弊があります。本日のルートはほとんどが徒歩です。さらに今日は久しぶりに本格的に山にも登るつもりです。ちなみに最後に登ったのは別所街道を走った際に登った茶臼山なので約1年ぶりです。あの苦行がこれから始まるかと思うと不安しかありません。登山の魅力がいまいち分かっていない私にも、登り続ければいつか分かる日が来るのでしょうか。以前、孤高の人という漫画を読んだ時には、全く共感できませんでしたが、まずは以前の動画で走った稲街道を豊川沿いに北上します。御湯宿からここまでのルートは稲街道や姫街道が利用されたものと思われます。ここ横川追分で稲街道から分岐し、音那須川沿いに山を登っていきます。最近は天気の良くない日が多く、今日も今にも雨が降り出しそうな雲です。本当は1月ほど前に来る予定だったのですが、いろいろと忙しく今日になってしまいました。今日のルートは取り直しだけはしたくないので、なんとか天気が持ってくれることを願ってやみません。角谷田代の集落に入ります。県道389号に出ます。蓬莱寺の表参道に着きました。正面に見えてきたのが本日目指す蓬莱寺山です。標高は684メートルです。蓬莱寺の門前町に入ります。最盛期にはこの門前町には60軒の宿屋と2軒の芝居小屋があったそうです。当時、蓬莱寺がいかに多くの人々の信仰を集めたかがよくわかります。表参道一の門駐車場まで来ました。ここからの撮影は全て徒歩となります。実際には石段のすぐ手前までは車で行くことができます。しかし今回私は山を登りきった後に大野川に下る予定です。そうなると、ここまで乗ってきた車の回収が問題になります。なので車は JR 飯田線の本長篠駅に駐車し、ここまでバスで戻ってきました。帰りは三河大野駅から本長篠駅まで JR 飯田線で戻るつもりです。正面には蓬莱寺山が見えていますが、道のりは長いので、ここからは早送りします。蓬莱寺山自然科学博物館の前を通過します。
右には秋葉道の説明書きがあります。ここ蓬莱寺と秋葉神社をセットで参詣することは両参りと呼ばれ、比較的一般的だったようです。現在の蓬莱寺は紅葉の名所として知られています。11月中は蓬莱地もみじ祭りが開催されるため、混み合う前になんとか来れました。さて、ここからいよいよ石段がスタートします。段数は1425段となっています。以前、香川県の金比羅山に登ったことがあるのですが、その時の段数が奥の社まで1386段でした。その時も結構フラフラになった記憶がありますが、今回はそれを超えてきます。しかも今回は歩幅の安定しない石の階段です。右には蓬莱寺の開祖である李修仙人像があります。言い伝えでは蓬莱寺は702年に開山されたと言われています。仁王門が見えてきました。聖武天皇が病気になった際に皇后が蓬莱寺に祈願し、全壊したため送られた書が正面に掲げてあります。ここで全体の2割ほどです。疲労はまだそれほどですが、先はまだまだ長いです。笠杉に着きました。樹齢は800年以上、高さは60メートル以上で日本一高い杉の木と言われています。現在時刻はまだ11時前ですが、すでに寺まで行って下ってきている人と時々すれ違います。明らかに私よりもお年を召していそうですが、足腰は確実にあちらの方が丈夫そうです。この辺りからちょくちょく僧帽の跡がありますが、いちいち立ち止まって写真を撮りません。なぜならそんな余裕はすでにないからです。ここで594段目のようです。やっと4割ほどです。右に見えてきたのは正光院です。蓬莱寺に現存する2つの僧帽の一つです。ここから石段がさらに急になります。昨日雨が降ったこともあり、湿度がえげつないです。映像ではカットしていますが、実際は頻繁に休憩を挟みながら登っています。蓬莱寺山は愛知県の県庁であるこの葉族の生息地として知られています。最初は仏法僧という鳴き声が聞こえるかと意識して登っていましたが、途中から忘れていました。もう一つの僧帽である硫黄院の前を通り過ぎます。若き日の源頼朝は平治の乱の後、ここにかくまわれていたと言われています。ここに来てさらに石段の傾斜が厳しくなります。もはや気力だけで登っています。今歩いている石段は源頼朝の寄進だと言われています。古くから蓬莱寺は殺生禁断の地です。そのため昔から命が危ない人たちはこの寺に逃げ込んでおり、先の源頼朝もその一人です。なのでたとえ虫にまとわりつかれようともぶっ殺すわけにはいかないので、今回は念入りに虫除けスプレーを振っています。やっと本堂が見えてきました。はい、到着しました。所要時間は約1時間10分でした。蓬莱寺山への登山道はここを左です。この後休憩をしてから再度気力を振り絞って登ってきました。そちらはこの動画の主である蓬莱寺道とは外れるため別動画にしました。
よろしければご覧ください。今日も無事にゴールできますように。そしてできればいつかロト6が当たりますように。次は隣にある東照宮に向かいます。徳川家康の母である於大の方はここ蓬莱寺に祈願して家康を授かったと言われています。その後三代将軍である徳川家光はその話に感銘を受け、この地に祖父を祀る東照宮を建立しました。ここ蓬莱山東照宮は日光、久能山とともに山東照宮に数えられます。この上に拝殿と本殿があります。さて、ここからは大野に向けて山を下っていきます。実はこの直前に両足の太ももがつって立てなかったため、しばらく休んでいました。しかしまあ、ここからは下りなのでなんとかなるでしょう。これですか？まさかの、また上りです。もう心が折れそうです。蓬莱寺にアクセスする一番簡単な方法は、自家用車かバスで山頂駐車場まで行き、そこから舗装されている道を10分ほど歩くルートです。しかし今回は当時の蓬莱寺道に近い東海自然歩道を歩きます。先ほどまでの道とは打って変わり、こちらのルートを選択する人はほとんどいないので静かなものです。本来の蓬莱寺道はこの両者越えと呼ばれる道です。かつて多くの修験者はこの難所を通って蓬莱寺を目指したと言われています。中にはその険しさゆえに諦めて引き返した修験者もいたため、両者帰りとも呼ばれます。ただし今歩いている東海自然歩道は危険なところは避けているため、厳密には当時のルートとは一致しません。どうやら坂は登りきったようですが、小雨が降り出してきました。道はやっと下りになってきましたが、足元が非常に滑ります。ここからしばらくはひたすら山を下っていく上で、特に語ることもないので、両者越えまでさらに動画の再生速度を上げます。まともに見ていると酔って気分が悪くなる恐れがありますので、次のチャプターまで動画を飛ばしていただければと思います。編集していても酔ってきました。いつかこの動画も番外編として等速で公開する時が来ると思いますので、その時はもう少しはマシだと思います。こちらの蓬莱寺の東側は西側とは違い、これといった見どころがほとんどないのが編集泣かせです。まあ今日来る前に色々とネットで調べたのですが、この道の情報はあまりなかったので、いつか誰かのお役に立てればと思います。案外以前の動画も見てくださっている方もいるので、励みになります。この右が行者越えのようです。踏み抜きそうな木の階段を下っていきます。メンテナンスはされていると思いますが、過信はできません。
行者越えに着きました。ここが東側の見どころのピークです。これはもう道というより崖です。昔の人は大した装備もなくこれをよじ登っていたそうです。蓬莱寺パークウェイを渡ります。かつては有料道路でしたが、今は無料です。また再生速度を上げます。次にポイントとなるのは湯屋峠にある追分です。よろしければ次のチャプターまで飛ばしてください。県道524号角屋豊岡線を渡ります。湯屋峠に着きました。左が蓬莱寺の裏参道ですが、蓬莱寺道は右です。はい、また再生速度を上げます。次のチャプターは1分ほど先です。この辺りまで来ると完全に人気はなく、いつ野生動物にエンカウントしてもおかしくない環境です。大野まであと 2.4 キロ。下りなのでもっと早く進めるかと思っていましたが、足元が悪く時間がかかっています。左には椿地蔵があります。この坂は椿坂と呼ばれていたようです。この辺りはさらに道が悪く、うかつに踏み込むと足元の岩が崩れ転倒しそうになります。カメラを片手に持っているので慎重に進みます。やっとフラットな道まで降りてこられました。ここからは沢沿いに歩いていくのみです。SUV であればこの辺りまで入ってくることは可能なようです。足元がしっかりしているので歩みの速度を上げます。最初にも言いましたが、この後 JR 飯田線で本長篠まで戻らなければなりません。しかし予定よりも時間が押してしまったので、電車の時刻ギリギリです。1本逃すと次は1時間後なので急ぎます。蓬莱寺道の道しるべがあります。苔むしていてかっこいいです。ここから次の集落である引地まで特に語ることもない単調な道が続きますので、よろしければまた次のチャプターまで飛ばしてください。今回このルートを歩くにあたって一応愛知県の熊出没情報を確認してきました。今年はまだ新城市内での目撃情報はなかったため大丈夫でしょう。しかし次に走る予定をしている秋葉道はちょっと怪しいです。なので続きは熊が冬眠する冬に撮影したいと思います。これだけ連日熊の被害が報道されているとやはり心配になります。
熊が冬眠前に餌を探して積極的に動き回る秋に、あえてそのテリトリーに踏み込む勇気は私にはありません。これで万が一出くわして怪我でもしようものなら、世間から叩かれるのは熊ではなく私の方でしょう。なのでこの先、秋のうちはなるべく歩かなくてもいい道を選択しようかと思います。そもそもドライブチャンネルなのに動画のほとんどを歩いていること自体がおかしいのです。やっと引地の集落に出ました。東照宮からここまで1時間半ほどかかりました。では本日のゴールである大野に向かいます。JR 飯田線の線路を渡ります。この先大野までは宇連川を吊り橋で渡る必要があります。しかしその吊り橋は現在工事中で通れないようです。まあ大野に関しては以前別所街道を走った時に通っているので、今回は良しとしましょう。次回続きの秋葉道を走る時には大野からスタートすれば良いかと思います。今回はとりあえず橋の手前まで行ってみます。いやー、今回は大変な道のりでした。知人が小学生の時に蓬莱寺に登ったと聞いていたので、もっと楽かと思っていましたが、とんだ思い違いでした。これに関しては私も自身の体力を過信できる年齢ではなくなったということかもしれません。橋が見えてきました。かつては渡し船で宇連川を渡っていたようです。では飯田線で本長篠に戻ります。なんとか電車に間に合い本長篠まで戻ってきました。ご視聴ありがとうございました。